それではインタビューを始めます。どのようなことがフィルムメーカーになるきっかけを作ったのですか？私たちの全作品の、プロデューサーを、務めています、小林幸子という女性がいますが、私のかみさんでもあります。彼女と出会ったことで私は、写真の道から映画を作るという世界へ入っていきました。彼女が私に、一緒に映画をやらないかと声をかけた、そのことがきっかけで私はドキュメンタリーを作るようになりました。奥崎健三さんとはどのようにして初めて会ったんですか？彼の映画を作る決心に至った経過を教えてください。1969年、日本ではですね、元旦の2日の日に、国民が、天皇の皇居に行きまして、天皇一家のご挨拶を、年賀の挨拶を受けるという、なんて言いますか、風習があります。で、奥崎さんは、1969年の正月の2日に皇居に行きまして、天皇家に向かってパチンコ玉を4発発射しました。その事件をですね、知った今村昌平という監督がですね、奥崎健三の映画を作ろうとしました。しかし、奥崎さんは、逮捕されて、裁判を、これから開くと。だから、今村プロダクションの人たちは法廷にカメラを持ち込んで隠し撮りで、撮影しようと試みました。でも法廷で、隠し撮りは不可能で、すぐバレて、撮影がダメになりました。で、そんなことがいろいろありましてですね、いろいろ努力をしても撮影が不可能であったということで、今村昌平監督は奥崎さんを撮ろうということを一旦断念します。それから10年という、年月が過ぎて、私は今村さんと、今村さんの監督作品の現場で、私は撮影助手としてついていたんですが、天気待ちをしてました。その時の、今村昌平監督と私との世間話の中で、私が面白い映画を作りたいんですよねって言ったら、面白い男がいるんだ、紹介してやろうというふうに、今村さんがおっしゃって、それで奥崎健三を紹介してもらって、で、私は、奥崎さんが当時住んでいた神戸に、訪ねまして、そこで奥崎さんと初対面を果たしたんです。で、その初対面の時に奥崎さんが挨拶もそこそこ、一気に自分のことを7時間喋り続けた、そのパワーに圧倒されてですね、奥崎さんを撮ったらこれは面白い映画になるだろうということがあって、映画を撮る、決心をしました。カメラを回し始めた頃、奥崎さんがやりたいことはどこに行き着くか明確でしたか？それとも時間とともにそれが明らかになっていったのですか？奥崎さんと映画を作ろうと奥崎さんと、約束をしたわけです。それから映画の内容をどういう物語にするかということを、何度か奥崎さんと会って、話をしました。で、最初の頃はですね、奥崎さんが新しい宗教を起こすと。で、自分はその宗教の教主様になると言ってたので、私たちの、この映画のつまり物語のラストはその奥崎さんがですね、新しい宗教の神様になるんだというようなイメージを持っていました。ところが、映画の内容の骨格になるストーリーをですね、人肉事件というものにしたいと私は考えまして、それを奥崎さんに、お願いしたわけです。で、奥崎さんは最初しぶしぶ応じてたんですが、撮影が進むにつれて、奥崎さんは天皇制に対して喧嘩を売ってる人なんでね、この人肉事件の、責任者である中隊長さんに対して、
殺人を犯すというふうに決意するに至ります。だから、奥崎さんが、殺人を犯すという方向に向かっていったのは私にとっては予想外のことでした。でそれは奥崎さんが、処刑事件を追及する中で奥崎さん自身が決意をして、映画の最後ですね、撮影が終わった後、一人で、中隊長のところに乗り込んで、中隊長さんはいなかったんですが、その息子さんに銃を発砲するという事件を起こすということになりました。奥崎さんとの仕事上での関係はどのようなものでしたか？映画撮影にアプローチする仕方の上で奥崎さんとはどのような同意をどのような形で取られたのですか？奥崎さんはですね、まだ最初の頃ですが、戦後36年経った時点でしたから、奥崎さんはですね、今更戦争に関する話を作っても誰も見てくれないと、いうふうに言ってました。ですから、人肉事件を扱うようになったのは私が強く奥崎さんにお願いしたからです。で奥崎さんは何ていうか今の時代における、天皇制という権力に対してですね、戦いを挑んでいく自分を取ってほしいというふうに考えていたはずなんです。だから奥崎さんは自分がこんなことをやってみたいというふうな自分のアイデアをですね、私がカメラマンとして全部撮ってほしいという要求を持ってました。ですが私はやっぱり監督ですから、私の監督としての狙いがあります。つまり私の監督としての狙いと奥崎さん自身がやりたかったことがですね、だんだん真っ向からぶつかるようになったわけです。しかしカメラを回すのは私ですから、私がこれは回したいと思うものしか回しませんでしたからね。で奥崎さんはそのことに対して、だんだんと私に対して不満を募らせていくことになります。ですからカメラの裏側はですね、奥崎さんと私の凄まじい葛藤があります。あなたは奥崎さんの暴力行為に関与しましたか？初めて奥崎さんが人を攻撃した時のあなたの反応はどのようなものだったですか？とにかくですね、カメラが回ってる私の目の前でですね、奥崎さんがいきなり、元の戦友のうちにですね、縁側から乗り込んでいってボカボカって殴りかかります。もう私は奥崎さんが、まさかカメラの前で人を殴るというようなことをする人だとは夢思っていませんでしたから、もうびっくりしました。でカメラを回し続けてはいたんですが、どうしていいかわからなかったんです。止めていいものか、そのまま冷静に回していいものかどうか。ただ、目の前でカメラを回している時に奥崎さんが、相手の家の中に乗り込んでいって殴りかかったもんですから、私はどうしていいか分からずに迷ったんですが、迷いながらもただカメラを回し続けていたと、そういう感じですね。はっきりと回しておくべきだと考えて回したわけじゃなくて、回すしかやりようがなかったというのが正直なところです。次は海外に向けての話です。日本人以外の観客に奥崎さんの見方というものがいかにタブーなものなのか、または公的にそういう表現をすることが危険を含む行為であるということを理解されてもいいと考えてはいらっしゃいましたか？彼を撮影することでの危険性はありましたか？例えば奥崎さんを撮影していくことで法的に拘束されるなどのことは考えたことはありましたか？
奥崎さんを撮影すること、全般にわたってではありませんけれども、奥崎さんがやろうとすることが、つまり法に触れるようなことを奥崎さんはやりたがってたわけですから、撮影する内容によってはですね、私たちも、警察に、逮捕されるということはあるかもしれないという気持ちはありました。で、奥崎さんはですね、最初から天皇の、昭和天皇の、戦争責任を追及しようという奥崎さんのテーマは非常にはっきりしていましたからね。日本の国内は、天皇を批判すると、戦争責任を追及するということがタブーでしたからね。そういう意味で、撮影の途中、例えば右翼の妨害とか、公安警察の何て言うんでしょうか、介入とかいうようなことが起こるかもしれないと、そういう可能性はあり得るというふうには思っていました。実際には、右翼の妨害が撮影の途中にあったわけではありません。実感として言うと、奥崎さんがいつ暴力を振るうかもしれないというその恐怖が、最も大きな恐怖でした。奥崎さんは目的を遂行することに対して執念を持っていましたが、そのようなものがフィルムメーカーとしてあなたに興味を抱かせたのでしょうか。私はこの映画を撮るにあたって、奥崎さんが、天皇制に対して反天皇制、つまり権力に対してですね、たった一人で抗っていくと、ですから、天皇の戦争責任を追及するというテーマにももちろん惹かれてはいたんですが、それ以上に権力に対してたった一人で抗っていく時の何て言うんでしょうか、そのエネルギー、パワーがですね、どのように生み出されていくのか、本人の中でそういうエネルギーをどうやって作り出していくのかというところに強い興味を持っていました。ですから、奥崎さんがですね、この映画の全体の印象としてはどっかクレイジーと言いますか、狂うって言います、狂うって言いますが、その自らをですね意識して奥崎さんは自分を狂っていたんじゃないかっていう気がするんですね。狂わないとたった一人で強大な権力と、喧嘩はできないんだなっていうことをですね、奥崎さんと、付き合ってみて、実感したと、そういう感じがあります。ニューギニアに撮影に行かれた時のことを説明してください。何を撮られて、そのフッテージはどうなったんでしょうか。ニューギニアはですね、奥崎さんが、ニューギニアで、兵士として、戦闘中にですね、奥崎さんは戦争が終わるのが昭和20年の8月ですが、ちょうどその1年前、ちょうど1年前に人肉を食うという事態が発生するんですが、その人肉を食うという事態が始まるその同じタイミングで奥崎さんは、現地の人の食料を奪いにですね、行ったわけですが、現地の人からの反撃を食らってですね、なんていうか追われるんですが、その時に、連合軍の捕虜になるんですよね。で、捕虜になったために奥崎さんは、人の肉を食わずに、日本に無事に生きて帰ってこれたという経緯があります。あとなんだっけ。そのフッテージ、何が撮られてどうなりましたか。なぜ、フィルムを没収されたかと言いますと、奥崎さんがその捕虜になった部隊、捕虜になった、村落があるんですが、そこに行ってですね、
その村落の部落の人たちに、命が自分が生きて日本に帰ってこれたのはあなたたちのおかげであると感謝してますと、そのお礼を言いたいということでその村に行きたいというのが初期の目的だったんですね。ところがその村というのはインドネシアの領地の中にあります。で、ニューギニアは自由に出入りできますが、インドネシアの奥崎さんが行こうとしたところはですね、簡単に行けないエリアなんですね。近くでゲリラ闘争が戦われているということで簡単に許可が下りないということが行く前に分かったんです。それでもですね、奥崎さんは行きましょうってなもんで、奥崎さんがそんなに言うんなら、私たちもご一緒しましょうということで一緒にニューギニアに行きます。で、基本的にですね、撮影の許可を取ってませんでしたから、インドネシアの、国の中に入るときに実は私たちの友人がですね、賄賂を使えと、はっきり言いますけど、そういうアドバイスをしてくれました。で、私たちは賄賂を使いました。で、賄賂の効果があって簡単に入国できました。で、撮影を国内で、続けてたんですが、誰も何も咎められることはないのですっかり安心してたんですね。それで話が前後しますが、奥崎さんが行きたかった、村落、にも実は行けたんです。ですがその、村に行くにあたってですね、奥崎さんが、現地で騒ぎを起こします。その騒ぎのなぜ起こしたのかということを調べにですね、軍の警察から若い将校が、来ます。尋問するためにね。で、その奥崎さんはその将校に対して自分は実は戦友がたくさん、ここの地で、死んだんと、自分が慰霊に来たんだと、そこにぜひ行かしてくれともう涙ながらに、頼んでですね、相手が OK してくれたんです。そしてそこの集落に行ってその村の人たちにありがとうございましたって奥崎さんがお礼を言いました。で、そんな模様を全部撮影してあります。で、奥崎さんが最後に、現地のインドネシアの現地部隊にお礼を言いたいと、そのナンバーワンの人にお礼を言いたいと言い出したんです。で、そのお礼を言うために、撮影をしに、行ったんですが、さすがナンバーワンの司令官が、私たちが会いに行って、まずその司令官が部屋に入ってきてですね、私が持っているカメラに目がパッといったんですね。で、いきなりあなたたちはカメラを持ち込む許可を取ってないだろうと。で、確かに取ってませんので取ってませんと答えましたら、撮影したフィルムを全部出しなさいというふうになりました。で、これはフィルムを出さざるを得ませんので私はフィルムを出しました。そういう経緯があって全部没収されました。この作品の企画を起こしてから制作が終わるまで何年もの年月がかかりましたでしょうか。私たちは、奥崎さんと実際に一緒に行動しながら撮影した期間は実質的には1年半ぐらいなんですね。その後ニューギニアに行きましてフィルムが没収されるという事件が起きました。で、その後フィルムを取り返す手段をいろいろ私は、講じておりました。それで半年ぐらい時間が過ぎて、で、奥崎さんが実は、単独でですね、事件を起こします。フィルムを返さないということでインドネシア大統領宛てに脅迫状を書いたりですね、奥崎さんが事件を起こしたというのはつまり、人肉事件の責任者である中隊長さんに対して、銃を発砲する、中隊長さん本人がいなくて息子さんに発砲するんですが、そういう事件を起こして、その事件を起こした時に神戸の領事館も狙ってたというふうに、取り調べの時に奥崎さんが言ったもんですから、これはもう絶対にフィルムが戻ってこないんだと私は、そこの時点で諦めました。そしてこの映画は、ラストシーンとして撮影したニューギニアの部分が全く
シーンとして映像が全くないもんですから、映画としては成立しないと思って、絶望して一旦は諦めました。で1年経つうちにですね、やっぱり撮れたフィルムで作品にしなければならないんじゃないかというふうに気持ちが少し変わってきましたので、そこから編集に入りました。そんなことがあって、合計5年かかりました。映画の公開にあたって日本での反響と海外での反響はどのようなものだったでしょうか。日本の反応っていうのはですね、戦争を知っている世代の反応はですね、奥崎の気持ちはよくわかると、奥崎さんを支持する人とですね、戦争という大きな暴力に反対する奥崎さんが、元戦友に殴りかかったり、中隊長さんに、殺人を犯すということを決意するというようなことは、奥崎さんは考え方が間違ってるんじゃないかと批判的に捉える人とちょうど半々でした。ですが若い人はまた全然そういう、戦争を知っている世代と違ってですね、奥崎さんが映画の中ではですね、やりたいようにやりたいことをやってるというふうに見えたんでしょうね。笑い転げてですね、なんて言うんでしょうか、奥崎さんがある種のヒーローというふうに見えたんだろうなというふうに私は解釈してますが、若い人たちから圧倒的に受けました。で海外の評判というか評価は日本と違うかっていうとですね、大体おおむね同じです。私は海外に行ってそう思いました。一つ違うのはですね、海外の人が日本人っておとなしい民族であると、いつもね頭を下げてペコペコしてるという日本人像、ステレオタイプな日本人のイメージを持っている、ところにですね、奥崎さんのがこんな日本人いたのかと思ってびっくりするという反応はありました。そこが日本の反応と、少し違うところだと思います。奥崎さんはこの映画を見る機会がありましたか？そしてその後奥崎さんはどういうことがあったでしょうか？奥崎さんはこの映画を見ました。実は見ました。というのはですね、奥崎さんが、中隊長さんの息子に発砲事件を起こしますが、裁判になります。で、広島の裁判の時にですね、奥崎さんがこのフィルムを奥崎さんの、犯罪行為のですね正しさを証明する証拠として、裁判所に証拠を申請するという形で、提出したんですが、それが認められました。で裁判所の、許可があってですね、法廷の中でこの映画を上映、しました。奥崎さんはですから法廷の中でこの作品をじーっと見ておりました。その後奥崎さんはどういうふうにお過ごしでしたか？それでですね、奥崎さんは、つまり懲役10年という刑が確定して刑務所に入るんですが、刑務所の中から私に手紙が来ました。ゆきゆきて進軍パート2をぜひ原さんに作っていただきたいと、そういう内容でした。私はパート2を作っていいものかどうかと、奥崎さんが獄中、刑期12年でした。12年間、奥崎さんが刑務所にいる間取るべきか取らざるべきか悩んで、奥崎さんが出獄したその日にですね、パート2を作るべきではないと決心しました。奥崎さんは非常に落胆しておりました。死ぬまでパート2を作ってほしいというふうに思ってたようで、私に対してパート2を作ってくれない恨みつらみを残して死んでいきました。映画制作後30年以上の年月が経っているわけですが、
原監督自身はこの映画をどのように思われていますか？戦争を知っている世代がみんな年老いてどんどんなくなっていきます。そうすると、戦争を知っている世代というものが少なくなりましたので、権力を持っている人たち、はっきり言いまして今の時の安倍総理大臣という人物なんですが、彼がもう戦争をしたくて仕方がないというようなタイプの人なんですね。それで、日本の政治をですね、戦争ができるような国にですねどんどん作り変えていっています。今でもどんどん作り変えていって、今すぐにでも戦争ができるような体制にまで、作り変えてきました。そういう中で、そういう戦争が起きるかもしれない、今の、総理大臣の戦争をやりたくて仕方がないという野心に対して無関心な日本人が圧倒的に多いんですね。そういう危機感がありますので、この映画をですね、確かに30年前の作品ではありますが、今この作品を見せてもですね、十分インパクトがあると、最近もですね、毎年夏、1週間から3週間この映画を、上映してるんですが、初見の観客が圧倒的に多いんですね。9割ぐらいの人が初めてこの映画を見ます。つまり観客の層の世代が交代してるんですね。でそういうことがありますので、やはり戦争というものの実態を知らせるには映画っていう手段は、メディアは非常に有効なので、毎年夏になったらですね、これからも定期的にこの映画を上映をして、戦争というものをなんていうんですか、日本人に対して、知らしめていくということがとても重要だなというふうに思っています。